今日は冷やしビビン麺を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、冷やしビビンそうめんを作っていきたいと思います。こちらはですね、そうめんをビビンバ風に仕上げたレシピなんですが、混ぜるだけなのでパッと簡単に作ることができます。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにトッピング以外の材料をご紹介します。材料はこちらです。そうめん、コチュジャン、お醤油、オイスターソース、お砂糖、お酢、おろしにんにく、ごま油、白ごま。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まず味付けのポイントなんですが、今回オイスターソースを少し加えていきます。オイスターソースの旨味が加わることでとても味わい深い美味しい仕上がりになります。そしてお砂糖ですね。こちらはきび砂糖を使います。きび砂糖はね、コクがあるのでこちらを使っていくんですが、こちら普通の上白糖を使っていただいても OK です。お酢に関しましてはこちらは穀物酢を使っていきます。それでは続いてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。きゅうり、キムチ、卵、糸唐辛子、こちらを使ってトッピングしていきます。このトッピングに関しましてはお好みのものを使っていただいて OK です。卵に関しましてはこちらはゆで卵にしてトッピングしていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずはじめにトッピングのゆで卵から作っていきます。小鍋にお水を張って一度沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したらここに塩小さじ1/2ほど入れてください。こちら分量外です。この後ですね、こちら冷蔵庫から出して10分ぐらいの卵を入れていくんですが、冷たい卵はね、ちょっとひびが入りやすくなります。なのでこのようにね、塩を入れていただくと卵の殻にひびが入って白身が外に飛び出てしまっても、その白身をすぐ固めることができます。なのでこちらの塩は予防策として入れてます。そしたら卵をそっと入れましょう。そしてこちらをこのまま8分茹でていきます。加熱している最中なんですが、最初の 2,3 分ですね、このように卵をね、優しく転がしながら茹でていただくと黄身が真ん中に来やすくなります。ただこの手順はマストではないので、黄身を真ん中にさせたい時だけやってみてください。あとはね、ひびが入らないようにだけ注意しながら転がしましょう。それではこのまま茹でていきます。はい、8分経ちました。そしたら火を止めます。火を止めたらですね、すぐ卵を氷水で冷やしてください。ここでね、すぐ冷やさないと卵の殻に白身がね、くっついてしまって殻を剥いた時にボロボロになってしまいます。なのでゆで卵を作る時は茹で上がったらすぐ氷水で冷やすようにしてください。普通の冷水だとね、すぐお湯が温まってしまいますので、必ず氷水で冷やすようにしましょう。もし氷の準備がない場合はお水にね、保冷剤を入れて冷やしていただいても OK です。それではこのまま10分ほど冷やしていきます。それでは続いてトッピングのきゅうりを切っておきます。まずこちらのきゅうりを斜め切りにします。薄切りにしてください。きゅうりの量はね、お好みで OK です。そしたらあとはこちらを縦にして、そして千切りにしましょう。きゅうりはこのように切っておいてください。それでは続いてそうめんの味付けの準備をしていきます。まずボウルの中にコチュジャン、そしてお醤油、あとはオイスターソース、そしてお砂糖、あとはお酢、そしておろしにんにく、あとはごま油、そして白ごまです。こちらをよく混ぜましょう。お砂糖のシャリッという感じがなくなるまでしっかりね、混ぜてください。これでタレの完成です。あとは味見をしてね、お好みで味の濃さなどはね、調整していただいて OK です。それではそうめんを茹でていきます。まずお鍋にお水を張って、そして一度沸騰させてください。はい、お水が沸騰しました。そしたらこの中にそうめんを入れましょう。パラパラパラーっと。あとはですね、袋に記載されている時間通り茹でていきます。あるいはお好みの硬さになるまで茹でていただいて OK です。この時ね、そうめんが吹きこぼれないようにだけ注意してください。はい、茹で上がりました。では湯切りしていきます。やけどしないように注意してください。
はい、そして湯切りしたらですね、すぐ冷水で冷やしながらもみ洗いしてください。この時も最初はやけどしないように注意してください。このようにそうめんはね、しっかり冷水でもみ洗いしていただくことでぬめりが取れてそうめん同士がくっつきにくくなります。さらにとてもつるっとしたね、仕上がりになります。しっかりめにもみ洗いしてください。はい、 OK です。水切りします。そうめんはこのように茹でてみてください。それでは最後仕上げですね。仕上げる前に卵の殻を剥きます。今回ゆで卵にしてますが、温泉卵とかにしていただいてもいいと思います。このように1箇所ですね、ひびを入れて皮を剥きます。あとはそこをきっかけに親指の腹を使って殻を剥いていきます。卵をこう撫でるイメージですね。こんな感じで剥いてみてください。このように綺麗に剥けました。そしたらこちらを半分にしていきます。縦横どちらでも OK です。切るときはですね、こういった糸を使っていただくと切り口がとても綺麗になります。今回は縦にね、割っていきます。このように卵に一周糸を回して、そして引っ張ります。よいしょ。そうするとこのようにとても綺麗な切り口になります。卵も8分茹でだとこのぐらいのいい感じのしっとりとした半熟に仕上がります。こちらはね、お好みの半熟具合で作ってみてください。それでは最後仕上げていきます。作っておいたこちらタレの中に水切りしたそうめんを入れてください。そして全体によく絡めます。はい、そうめんはこれで完成です。では最後盛り付けていきます。器の中に麺を入れてください。そしたらまず卵ですね。続いてキムチ。そしてきゅうりですね。あとは糸唐辛子を散らします。これで完成です。盛り付けはお好みでやってみてください。はい、これで冷やしビビン麺の完成です。こんな感じに仕上がりました。このように具材もたっぷりで美味しそうに仕上がってます。卵もね、いい感じに半熟に仕上がってます。あとはね、キムチと混ぜて召し上がってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。美味しい。さっぱりしててすごく美味しいです。ちょっとね、ピリ辛で食欲も湧きますね。美味しい。では半熟卵もいただきます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の冷やしビビン麺のポイントです。まずトッピングに関しましては、こちらは今回きゅうり、キムチ、ゆで卵、そして糸唐辛子をトッピングしてます。こちらはお好みでやってみてください。そしてそうめんに関してなんですが、こちらはお好みの硬さで茹でるようにしてください。茹で上がった後は冷水でしっかりもみ洗いするようにしてください。そうすることでそうめん同士がくっつきにくくなります。そしてあとはですね、調味料と合わせるだけなのですごく簡単です。この調味料に関しましては、あらかじめボウルの中でよく混ぜておいてください。洗い物を減らしたい時は、もう食べる器の中でタレを作っていただいて、そしてそうめんをそのまま入れて、そしてしっかり混ぜて召し上がっていただくといいかなと思います。そしてトッピングのゆで卵に関してなんですが、こちらはお好みの硬さになるように茹でてください。茹で上がった後に関しましては、必ず氷水でしっかり冷やしてください。そうすることでつるんと殻がむきやすくなります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は冷やしビビン麺を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。